この動画はグッドハンダゴテの太陽電気産業の提供でお送りします。こんにちは。今日はハンダ付けの解説動画です。ハンダ付けの原理からハンダの種類、ハンダゴテの小手先の使い方、各種部品のハンダ付けの知識からハンダ付けのやり方まで、比較的初心者の人向けに解説していきます。動画前半部分でハンダ付けに関する基礎知識、そして動画の後半部分で実際にハンダ付けをやっていきます。まず、ハンダ付けの原理についてです。ハンダ付けとは何か？ハンダという金属を使って電子部品とプリント基板上の銅箔を接合する技術です。ハンダを溶かすにはここにあるようなハンダゴテを使います。このハンダゴテのこの小手先の部分にはヒーターが内蔵されていて、そのヒーターが発熱します。ヒーターで小手先、この先端部分を温めて、そしてそこにハンダを押し当ててハンダを溶かします。溶けたハンダとプリント基板の銅箔の間で新しい合金が作られて、その合金層によって部品と銅箔をくっつけます。ハンダ付けをする銅箔にもいくつか種類があります。ランドと呼ばれるスルーホール部品をハンダ付けする銅箔。そしてパッドと呼ばれる表面実装部品用の銅箔があります。図で書くとこんな感じです。これが部品、そしてこれがプリント基板の銅箔ですね。このプリント基板の銅箔がむき出しになっている部分がここです。そしてこの赤い部分がハンダ付けした後のハンダです。このハンダ付けが終わった後なんですけども、この部品とハンダの境界面をものすごく拡大してみると、こういう風な合金層ができます。これは銅とハンダの合金です。このハンダと銅箔の境界面をさらに拡大してみます。ちなみに部品のこの足の部分も銅でできています。ここを拡大すると、まず銅箔がこういう風にありますと。でそこにハンダ付けがされるわけですね。こういう風にハンダの層がありますと。でそのさらに間ですね。ちょうどここの部分にハンダと銅の合金層ができます。でこの合金層がハンダと部品をくっつけています。この合金層がどのくらいの厚さかなんですけども、厚さはだいたい数マイクロメートル程度です。3マイクロメートルくらいですかね。この厚さ数マイクロメートルという非常に薄い合金によってハンダと銅が接合されています。このハンダ付けについてですが、ハンダ付けは溶接の一種である漏接と呼ばれる技術を使って金属同士を接合しています。瞬間接着剤のように部品同士をですね、くっつけているわけではありませんので、その点にだけは注意です。次はハンダについてです。これがハンダです。ハンダはこういう風なロール状に巻いて販売されていることが多いです。このハンダをハンダゴテで溶かして、そしてハンダ付けをします。このハンダ自体がすでに数種類の金属からできている合金です。ハンダにはいくつか種類があります。今回の場合ですと、電子部品をハンダ付けするときに使われる代表的なものを2つ紹介します。それは鉛ハンダと鉛フリーハンダです。これが鉛ハンダです。強小ハンダとも呼びます。鉛ハンダは鉛が 37%、そして錫と呼ばれる金属が 63% で組成されているものが一般的です。もう一方の方、そちらが鉛フリーハンダです。名前の通り鉛が入っていません。97% 錫、3% 銀、0.5% 銅、またはもう少し銀の配合をさらに少なくしたものがよく使われます。銀が入っていると値段が高くなりますからね。パッケージを見るとここに組成が書いてあります。3% 銀、0.5% の銅、残りが錫です。こちらの場合は 0.3% が銀、0.7% が銅、そして残りが錫になります。銀の配合が少ないものの方が溶ける温度は少しだけ高くなります。実際使うときに鉛ハンダと鉛フリーハンダ、何が違うのか。それはズバリ溶ける温度です。鉛ハンダは183度程度で溶け始めるのに対して、鉛フリーハンダは217度程度で溶け始めます。つまり鉛フリーハンダの方が30度程度溶ける温度が高いです。この鉛フリーハンダの溶ける温度が高いというのが、鉛フリーハンダのハンダ付けの作業が少しだけやりにくい理由です。鉛が入っているハンダの方が溶ける温度30度程度低いので、ハンダ付け作業はしやすいです。で、あと、鉛が入っているので、ハンダ付け自体がですね、ハンダがよく広がるようになります。
ですので、ハンダ付け初心者の人は鉛が入っているハンダの方がハンダ付け作業はしやすいと思います。しっかりとした温度調整のできるハンダゴテを使えば、鉛フリーハンダのハンダ付けも、そこまで難しくはならないんですけども、ただ鉛ハンダと比べるとハンダ付けの難しさというのは少しだけ上がるような気がします。でもどうしてわざわざ扱いにくい鉛フリーハンダをあえて使うのか、正直いらなくねって思うんですけども、ちゃんとした理由があります。その理由は何かというと、鉛が入っていると環境への負担が大きくなるからです。鉛ハンダでハンダ付けしてあるプリント基板をゴミとして捨てて、例えば埋め立てられたとしましょう。そうするとちょっとずつ鉛が溶け出てしまいます。溶け出た鉛が周辺の水や土壌に影響を与えて、それが回り回って人間に返ってきます。例えば鉛が溶け出た水を人間が飲んで鉛中毒になったり、それ以外にもその周辺に住んでいる魚が鉛を吸収して、その魚を人間が食べてしまうとか、そういった事態にもなります。そういった公害を防ぐためにも鉛を使わない鉛フリーハンダがあります。国によっては鉛ハンダを使っている製品は販売できません。特に EU がそうですね。ですので今時の電化製品なんかはこちらの鉛フリーハンダを使っていることがかなり多いです。ちょっと長く話してきたので一度休憩がてらハンダ付けをしてみます。これがハンダ付けをするプリント基板。そして電子部品をいくつか。この動画では環境に配慮してハンダ付けには全て鉛フリーハンダを使います。もちろんこの動画を見ている視聴者の方はこういった鉛が入っている鉛ハンダでハンダ付けするかもしれませんが、基本的に鉛フリーハンダよりも簡単にハンダ付けができますので、この動画のやり方でそのままやってもらえれば OK です。これがハンダゴテです。このコテの部分をこういう風に握って使います。では実際に電源を入れてみると、感じですね。ハンダゴテの先端は非常に熱くなります。このコテの先端部分ですね。この温度だいたい350度くらいまで上昇します。ですので、ハンダ付け作業をするときは、この先端には絶対に触れないようにしましょう。そうしないと火傷することになります。火傷の防止策としては、ハンダ付けするとき専用の手袋が売られています。そういうのをつけながら作業してもいいでしょう。で、あとはこのハンダ付けの作業が終わった後も、このハンダゴテの先端はしばらく熱くなっています。このコンセントを抜いた後でも熱を蓄えていますので、このコテの温度は、なかなか下がりません。ですので作業が終わった後もここは触らないようにします。約束です。次はハンダゴテのタイプについてです。ここによく使うタイプ2種類用意しました。これがペン型タイプ。そしてこちらがステーション型のハンダゴテです。ちなみにハンダゴテを置くときはこちらのコテ台を使います。コテ台にこういう風に置くとハンダゴテを収納できます。まずペン型のハンダゴテから見ていきます。これがペン型のハンダゴテです。この中にハンダゴテするのに必要な機能が全て収まっています。ここから電源コードが出てきて、この電源コードをコンセントに挿すだけで使えるようになります。ここに今電源が光りました。これで今小手先が加熱されている状態です。しばらく待つとハンダ付けができるようになります。こちらのペン型のハンダゴテですが、温度調整ができるものとできないものがあります。この青いハンダゴテ、中学校の授業で触ったことのある人は多いかと思います。これは温度調整ができないタイプのペン型のハンダゴテです。温度調整ができないので、ハンダ付けに最適な小手先の温度、この部分が350度くらいになりますが、その温度の維持ができません。ですので、温度が高くなりすぎたりして、ハンダ付けが難しくなってしまいます。一方で、温度調整ができるハンダゴテあります。こちらに2種類あります。温度調整できるものは、温調ハンダゴテと呼びます。温調型のハンダゴテは、温度調整するダイヤルが、どこかについています。この場合ですと、ここにアナログ式の温度調整のダイヤルがあります。これを回すと温度調整ができます。その他にはデジタル式の温調ハンダゴテもあります。これ最近発売されたやつですけど、ここにメーターがあって、スイッチを入れるとこういう風に温度が上昇していく様子がわかります。温度を変えたいときは、ここのボタンを押して温度を変えられます。
温調ハンダゴテは小手先のヒーターのすぐ近くに温度センサーが入っています。その温度センサーとこちらで設定した温度が一致するように小手の中でヒーターの電力を制御しています。小手先の温度をハンダ付けに最適な温度、350度程度に保つのでハンダ付けがしやすいです。正直に言うとハンダ付けの上手い下手というのは使用する道具で 70% くらい決まってしまいます。音調機能のないハンダゴテを使ってハンダ付けが下手な場合でも、こういったですね、割と性能の良い音調ハンダゴテを使うと、ハンダ付けが一気に上手くなります。それくらいハンダ付け時の温度調整って重要なことなんです。ですので、なかなかハンダ付けがうまくできない人でも音調ハンダゴテを使うと何かそれらしいハンダゴテができてしまうんですね、実際。次はステーション型のハンダゴテを見てみます。これがステーション型ハンダゴテの構造です。これがステーションの本体部分。そしてこれがコテの持つ部分です。こういう風に持ちます。そしてヒーターが内蔵されたコテ先の部分です。この3つのパーツでできています。使うときはこのステーションの部分にコテの持つところを挿して、そしてこのコテ先をこの本体のところに差し込みます。そして電源を入れると使えるようになります。この GOOD-RX8 シリーズのステーション型ハンダゴテ、実際使ってみるとかなり良いことがわかります。まず小手先の種類がかなり豊富であること。これはステーション型のハンダゴテが厳しい要求のある仕事で使われていることを想定されているからです。いろいろなハンダ付け対象に対応した形状というのがかなり幅広くラインナップされています。実際にはハンダ付けする対象物に合わせて小手先を交換することが多いです。その小手先の交換の手順というのをこれからお見せします。そしてこの GOOD-RX8 シリーズの一番すごい点は何かというと、小手先の交換がものすごく簡単なんです。RX8 シリーズの小手先の交換がいかに簡単かを見てもらうために、先にペンタイプのものの小手先を交換してみます。例えばハンダ付けをしていたとしましょう。で、小手を交換したくなりました。まず電源を落とします。小手先は熱いままですので、このまましばらく放置。だいたい5分から10分くらいの待ちが発生します。小手先が十分に冷めたら交換します。パイプを取り外して小手先を取り外します。そして新しい小手先を入れて、そしてもう一度パイプを取り付けます。パイプをねじ締めする前に小手先の方向をしっかりと合わせてからねじ締めします。意外と手間のかかる作業です。小手先が冷めていない状態での交換もできますが、多分火傷するのでやめておいた方が良いです。次に RX8 シリーズの小手先を交換しています。これかなり早いので瞬きしないで見てください。こういう風にハンダ付けをしていますと。そして小手先を交換したくなったら、この小手の部分にレバーがありますので、それを押すと。そうすると、この小手先が出てきます。そして交換する小手先をこういう風に新しく刺します。この刺すときはこの金属の部分触れながら入れて大丈夫です。これで交換完了です。そして再びここのスイッチを押すと、小手先の温度が上昇し始めます。こういう風に小手をハンダに当てると、再びハンダ付けができるようになります。ものすごく簡単に小手先の交換ができるようになります。この小手先のすごいのは何かっていうと、こういう風にさっきまでハンダ付けしていたところからこういう風に小手先を出すわけなんですけど、ここ触っても全然熱くないんですね。全く熱くありません。少しぬるいくらいですね。こういう風に握っても大丈夫だと。そして新しい小手先入れるんですけども、こういう風にここ金属の部分掴んで入れることができますので、ものすごく作業がやりやすいです。なんかこういう風にですね、プラスチックの部分を掴んでやりがちなんですけども、この金属の部分を掴んで奥まで押し込むと。で、またもう一回スイッチを入れると、すぐにハンダ付けができるようになります。で、温度上昇をするのもこれものすごく早いんですね。例えば温度上昇はこんな感じです。小手先に温度計を当てながら温度測定をしていますので、温度上昇は少しだけ遅くなっています。で、次はヒーターのタイプです。こちらがニクロムヒーター、セラミックヒーター。これもセラミックヒーターですが、これはカートリッジタイプになっているセラミックヒーターです。
小手先と一体型になっています。まずはじめにニクロムヒーター。中身が空洞になっている円筒型のヒーターに棒状の小手先をこのように差し込んで加熱するタイプです。実際にはこういった安いモデルに使われています。ただ加熱効率が悪いので電源を入れてから使えるまでに時間がかかります。1分くらいですかね。このニクロムヒーターは温度が高い状態でヒーターを水につけると水蒸気が発生して錆びたり、それが原因でヒーターが切れる原因になるのでやめた方がいいです。学校の技術の授業でやりがちですがやめてください。次はセラミックヒーターです。円柱型のセラミックヒーターに穴の開いた小手先をかぶせて加熱するタイプのヒーターです。白い部分がセラミック、その中に発熱体としてニクロムが入っています。このセラミックヒーターは加熱効率が高いです。温度調整ができるタイプのハンダゴテにセラミックヒーターがよく使われています。ヒーターとセンサーと小手先が一体になっているカートリッジタイプです。これは加熱効率が高くて高速で加熱できるのが特徴です。ステーションタイプのハンダゴテによく使われていますね。コテが比較的軽いので疲れないです。性能の高いハンダゴテ、こういったステーションタイプほどこの形式になっています。グッドのステーションハンダゴテ、コテがですね、鉛筆みたいに握れるようになっています。ペン型ですとね、どうしてもちょっと握る部分が太かったりするんですけども、これでもね、かなり細くはできているんですけども、鉛筆に近い握り心地でできているので、こういったステーションハンダゴテの、小手先、ヒーターの部分っていうのは実はかなり使いやすくなっています。この小手先の距離感なんですけど、鉛筆をこういう風に握る時の距離感が割と使いやすいかなと思います。このコテの使い心地なんですけども、このコテにつながっているケーブルの柔らかさ、しなやかさというのが結構重要です。このペン型のハンダゴテですと、この電源ケーブルがこういう風にくっついていますので、どうしてもですね、ちょっと操作の邪魔になる、作業の邪魔になる、そのゴワゴワ感みたいのがあります。ただ、これでもかなり柔らかいしなやかな電源ケーブルを使ってはいるとは思うんですけども、作業の時に少しね、引っかかるような感覚があります。一方でこのステーション型どうかっていうと、ケーブルが結構細くて、でしかも柔らかくてしなやかですので、細かい作業をする時に、このケーブルがですね、全くゴワゴワしていないので、非常に繊細な作業ができます。小手先についてなんですけども、小手先は基本的に銅でできています。先端のハンダが乗る部分だけ鉄メッキでできています。小手先の形状には色々なものがありますが、割とよく見かける B 型と呼ばれる小手先の種類です。こういう風に三角形になっていて、でその先っぽの部分だけが鉄メッキになっています。ここにハンダが乗ります。次は C 型の小手先です。C 型の小手先は太さがずっと同じなんですけども、先端の部分が斜めにカットされています。この部分が鉄メッキになっていて、ここにハンダが乗せられます。C 型が割と何にでも使えるかなといったところですね。C 型があればほとんどのケースでハンダ付け対応できます。C 型の次はこちら。BC 型ですね。B 型と C 型の組み合わせみたいな感じです。C 型は太さがずっと同じだったんですけども、こちらの BC 型だと先っぽに行くに従ってちょっとずつ細くなっていると。C 型と同じように先端は斜めにカットされています。これもですね、かなり使い勝手は良いです。この BC 型でもほぼ全てのケースに対応はできます。それ以外にもですね、結構使いやすいと思ったのは、こちらの D 型の小手先です。先端がこういう風に平らな形状になっています。マイナスドライバーの先端みたいな、そんなイメージですね。これもハンダ付けをするのには結構重宝します。そして最後、K 型です。あまり見慣れない形状だと思います。カッターナイフの先端のような形状をしているのが K 型です。この K 型もですね、意外と何でもできてしまうと。特に IC 部品をハンダ付けするときにこの K 型は結構強いです。K 型については後で実際に使ってみます。ちなみにグッドの RX8 シリーズの小手先は鉄メッキが分厚くなっているので長寿命です。ですので仕事で使う場合は消耗品が少なくなります。一般的にこの小手先の鉄メッキが分厚いと熱は伝わりにくくなります。ですので小手先としては少し不利になります。ですがこのヒーターの構造と温度センサーの位置を工夫してハンダ付け時にも熱がしっかりと伝わるようになっています。その他にもハンダゴテとしてはこのようにガスで動くものやバッテリーで動くものといった電源がない場所でハンダ付けできるものもあります。
ガス式は熱量があるので比較的大きなものをハンダ付けできます。こちらのバッテリー型は乾電池が電源なのでワット数が低いです。大きいものをハンダ付けするのには向きません。どうしてもコンセントから電源を取れない時にこういったものを使うと良いでしょう。次はハンダ付け時の小手先の温度設定についてです。ハンダ付け時の最適な小手先の温度ですが、鉛ハンダと鉛フリーハンダで違います。鉛ハンダの場合は330度程度が適温。鉛フリーハンダの場合は350度が適温と言われています。どういうことかというと、ここの温度設定が350度とか340度とか、そういったことです。ただ、小手先の温度を350度より高い温度に設定すると、小手先の酸化が激しくなったり、あとはハンダ付けがうまくいかなくなる場合もあります。それ以外にも熱に弱い部品が壊れる可能性もあります。ですので350度というのはある程度の目安です。例えば熱がものすごく逃げやすい基板をハンダ付けする場合、この小手先の温度が急激に下がってしまう場合があります。そうする場合は小手先を大きくするか、それでも熱が足らない場合は臨機応変に、例えば温度をプラス5度とかプラス10度とか設定する場合もあります。次はフラックスの役割についてです。フラックスというのはハンダ付けをしやすくするための液体です。中にはロジン、ヤニが入ってます。こういった容器の中にフラックスが入っている場合もあれば、こういった糸ハンダの中にフラックスの原料であるヤニが仕込まれている場合もあります。ヤニ入りと書いてあるのがそうです。小手先に糸ハンダを供給した時に白い煙が出ています。これはフラックスが蒸発したものです。フラックスの役割としてはこのようにフラックスをハンダ付けする対象の部品や銅箔にこういう風に塗ることでこの銅箔の表面にできた酸化膜を除去します。そしてハンダ付けした後の酸化も防ぎます。それプラスハンダ付けしている時のハンダの表面張力を弱める作用があります。フラックスを使うとハンダ付けしやすくなるのは銅箔の酸化膜を取り除く作用と表面張力を低下させる作用のおかげです。特に表面張力を低下させる作用の効果は大きいです。では実際にフラックスの効果を見てみます。小手先にハンダは供給しますが、すぐにハンダ付けはせずにフラックスを一度蒸発させます。この状態でハンダ付けをしますが、部品の足やランドにハンダは広がっていきません。これはフラックスがないからです。次は通常のハンダ付けの工程、フラックスを供給しながらハンダ付けしていますが、ハンダの広がりはものすごく良いです。最初にハンダ付けした方は明らかにフラックスが足りていません。ですので、新しくフラックスを足します。この状態でコテを当てるとハンダはきれいに広がっていきます。これがフラックスの効果です。IC 部品を手ハンダでハンダ付けする場合、ハンダ付けしやすくするために最初からフラックスを塗っておくことも多いです。同じ箇所をずっと加熱し続けたりすると、このようにハンダに角が立ってきます。これはフラックスが完全に蒸発してしまってこのような状態になります。フラックスを足して再度加熱すればきれいな状態に戻ります。ここまでで基礎知識編は終了です。次は実践編です。このプリント基板に実際にハンダ付けしてみます。今回は鉛フリーハンダを使います。そしてハンダゴテです。ステーションタイプの RX8 シリーズを使います。もちろん皆さんがハンダ付けするときはこのようなペン型の音調ハンダゴテでも OK です。ただ、ステーション型と比べて小手先のラインナップが少しだけ少なくなります。もしペン型のハンダゴテを使う場合は PX280 をおすすめします。電源を入れてから立ち上がりは15秒くらいで早いです。ヒーターが 80W なのでハンダ付け時の小手先の熱回復も早くてすごく使いやすいです。あとはステーション型で使えるスリープ機能であったりシャットダウン機能がついています。もし興味のある人はこの PX280 とそして今日使う RX8 シリーズのハンダゴテ概要欄に貼っておきます。こちらのコテ台に金田足とスポンジを用意しておきます。この時のスポンジについてですが、このように水でビチャビチャの状態にはしません。これは水が多すぎです。こういう風にですね、急激に温度が下がるとステーション型のハンダゴテはアラームが鳴るようになってます。このスポンジについてはかなり硬く絞った状態で使います。こんくらいですかね。少し湿ってるくらいがちょうどいいです。スポンジの水分量が多すぎると急激な温度低下によってハンダカスや炭化物が落ちないことがあります。なので硬く絞ったスポンジを使います。そうしますと汚れがよく落ちます。
ハンダ付けを始める前に、まず小手先が綺麗な状態かを確認します。ちょっと綺麗だけど、少しだけ酸化しているかなといった感じですね。そういった場合は、このスポンジで、まずはじめに綺麗にします。こんな感じでどうでしょう。酸化はしちゃってるので、このように、ハンダを弾いてしまっていますね。見えますか？ハンダを弾いてしまっています。こうすると綺麗なハンダ付けはできません。ですので、この金田足のところにちょっと先端をですね、こすりつけるようにして酸化した皮膜を落とします。何回かですね、先端をこすりつけます。で、その後、再び、このハンダを供給すると、酸化膜が除去されていてほしいんですけど、除去されましたね。こんな感じでハンダが馴染んでいます。綺麗な小手先になりました。小手先がこれでも綺麗にならなかったら、さらにチップリフレッサーというものを使って小手先をリフレッシュします。刺してちょっとグリグリすればいいだけです。今、先端がかなり綺麗な状態になっています。こんな感じです。この状態でスポンジでちょっと綺麗にして、そしてこの小手先にハンダメッキをします。ハンダがしっかりと馴染んでいるので、小手先の酸化膜は除去されたようです。このチップリフレッサーを1回使ってもダメだった場合は、2、3回繰り返します。刺して、でスポンジで拭いて、そしてハンダメッキをすると。ティップリフレッサーを使っても小手先の酸化膜が除去できない場合もあります。そういった場合はですね、研磨剤が入っているもので磨く、もしくは単純にヤスリがけしてしまいます。これグッドから発売されているんですけど、酸化膜ができてしまったところをこういう風にゴシゴシとこすります。でですね、グッドの RX8 シリーズの小手先なんですけども、鉄メッキがかなり厚めに作られています。ですので、少しヤスリをかけたくらいではほとんど影響はありません。酸化膜を除去できたので、このハンダのノリもかなり良くなっています。ヤスった後や使い終わった後は必ずハンダメッキをして小手先を保護しておきます。そもそもこの RX8 シリーズにはスリープ機能があります。小手先はですね、もともとかなり酸化しにくいような仕組みにはなっています。ナイス。では実際にハンダ付けやります。まず最初にこういったリード部品であったり、足をスルーホールに通す系の部品をハンダ付けしていきます。で最初部品の足を曲げていきますが、足を曲げるときはこういう風に工具を使って曲げると割と曲げやすいかなといったところです。このように足を曲げ終わったら、ここのスルーホールに足を刺します。でこの時部品が浮かないようにしっかりと上から押さえつけます。で裏面を見ます。でこの時足をですね、こういう風に曲げておくと部品はずれません。次はハンダ付けする前にこの足を切断します。だいたい長さこのくらい残して切断しましょう。ちょっと長めに切っちゃいましたね。で反対側はもうちょっと短めに切りましょうか。このくらいにしておきます。ちなみにハンダ付けした後にリード線を切断すると、ハンダ付けした箇所に応力が残ったままになって、長期的に見るとハンダ付けした箇所にクラックができて不具合が発生することがあります。ですのでハンダ付けをする前にリード線を切断して、その後にハンダ付けするようにします。でも電子工作でちょろっとハンダ付けするくらいなら、正直ハンダ付けした後にリード足を切ってもいいかと思います。本当は切断した後にハンダ付けですが、どちらかやりやすい方で OK です。ちなみに仕事でやる場合は仕事のルールに従ってやりましょう。このくらいのサイズのリード部品をハンダ付けするときは、ハンダの太さがだいたい 0.8mm か 1mm くらいのものを使うとハンダの量をコントロールしやすいです。0.4mm とかの細いハンダもありますけども、リード部品をハンダ付けするときとかは結構ハンダの送り量が多くなってしまいますので、手元が不安定になりがちです。ハンダ付けします。最初何も説明せずに、とりあえずハンダ付けだけやってみます。こういう風に小手先を押し当てて、でハンダ供給すると。はい。こんな感じですね。で、もう一方もやってみます。こんな感じで。はい。こんな感じでハンダ付けができています。そこそこですかね。ハンダ付けがうまくできていると綺麗なフィレット形状になります。富士山型と呼ばれるような中央部分が一番高くて、そして裾野に広がっていくような形状です。で、これですとちょっと山の高さが足りないかなってくらいですね。部品の面を見てみると、部品面のランド、銅箔のところまでしっかりとハンダが溶け込んできています。ちなみにリード線を切断する前にハンダ付けするとこんな感じです。
リード線から熱が逃げてしまいますので、ハンダ付けの間隔が少しだけ変わります。ハンダ付けが終わった後に切断するんですが、ここでこういう風に切断するといつまでも応力が残ったままになってしまいますので、このハンダで繋がっている部分でクラックが発生して接続が不安定になります。見分け方ですが、このてっぺんの部分にハンダが乗っているか乗ってないか、そういった画像検査をやります。こういう風にリード部品についてはハンダ付けできるんですけども、もう少しハンダ付けを上手にできるコツを、この抵抗をハンダ付けしながら実験します。このコテを当てた時に、このハンダはいきなり供給しないで、少しこのコテを当てて部品と導箔を温めます。このコテ先の当て方なんですけども、導箔と部品の足、両方同時に当てて、この部品と導箔を温めます。例えば、コテをちょっと浮かして部品だけにしか熱が伝わっていなかったり、こういうふうに導箔だけにしか熱が伝わっていなかったり、このようにしてしまうと熱がどちらかにしか伝わらないので、ハンダ付けがなかなかうまくいきません。このコテの当て方も重要です。コテの先端が当たっていますけども、点でしか接触していません。ですので、この状態ですと熱がなかなか伝わりにくい状態です。では、どうするかというと、このようにコテを少し寝かせて線で接触するように当てます。そうしますと、点での接触に比べて線での接触になりますので、ハンダゴテからの熱がよく伝わります。で、こういう風に余熱をするわけですけども、余熱はですね、だいたい2秒から3秒くらいといったところです。余熱時間はこの導箔の大きさと部品の大きさによって大幅に変わってしまいます。こちらのような非常に小さな導箔であれば余熱時間というのは、正直1秒くらいでもいいかなといったところです。ですが、こういう風に大きな導箔で、しかも裏面見てみるとこれ部品もものすごく大きいですよね。ですので余熱時間もしっかりと取ります。で、余熱が終わって次、ハンダを供給していくわけですけども、このハンダはどこに供給するのか、小手先のところにこういう風に供給してしまうのか、これですと部品にハンダが供給されませんね。では、どこにハンダを供給するかというと、ちょうどここら辺にハンダを供給します。では、やってみます。部品が大きいので2、3秒余熱して、そしてハンダを供給します。はい。よく溶けていますね。そして、こういう風にハンダゴテをどかします。なかなかうまいことハンダ付けできています。ちゃんと富士山型のフィレットが形成されています。こちらの部品面を見てみると、部品面のところの導箔にもしっかりとハンダが登ってきています。さっきハンダゴテを寝かせてこういう風に当てて熱を供給していました。で、ハンダを供給する箇所がちょうどここなわけでしたね。これの何がいいかというと、今こうやってコテを寝かせていると線で熱を供給していますけども、ハンダをこの部分に供給すると、今度面で熱を供給できるようになります。ここにハンダを供給すると、ハンダが溶けます。で、そうするとこのちょうど狭いところにハンダが入っていって、ハンダがですね、この導箔と部品にくっつくんですね。そうすると線から面に変わってハンダゴテからの熱を供給できます。今度ですね、この導箔の面積が先ほどのところと比べてかなり広くなっています。ですので余熱をしっかりとしないとハンダはなかなか溶け込んでいきません。こういうふうに余熱をしっかりとして、4秒くらいやります。そしてハンダを供給します。はい。で、しっかり溶け込むのを待って固定を離します。こんな感じでハンダ付けできています。しっかりと富士山型のフィレットができています。そして部品面を見てみるとこんな感じです。ハンダの上がりがですね、先ほどと比べてちょっと浅いですね。さっきは導箔がなかったので熱がですね、かなりよく伝わってこのハンダがよく上がってきています。ですけども、こちらはですね、導箔の面積が広くて熱が逃げていってしまいます。なのでハンダの上がり方が少し浅いです。もう少し熱を加えてもよかったですね。プラス1秒くらいかな。供給したハンダによっても小手先の温度は下がります。ランドの面積が広かったり部品が大きい場合は小手先にあらかじめハンダを乗せてさらにハンダを供給して加熱時間を短くする場合もあります。今はうまくいったハンダ付けを見せてきましたが、次はうまくいっていないハンダ付けをお見せします。まずこれハンダの量が多すぎます。
で、こういう状態になったら、小手先を一回きれいにして、そしてこの部分を再加熱すると、小手先に余分なハンダが乗りますので、ハンダの量が多すぎる問題は解決できます。または、ハンダ吸い取り線を使って余分なハンダを除去します。で、これはですね、今度、ハンダが少なすぎです。フィレットもできていませんし、何か銅箔がですね、もう見えてしまっています。これですと、ハンダ付けの強度も足りません。こうなってしまった場合は、ハンダを足します。それで OK です。次はこちら、オーバーヒートです。で、普通のハンダ付けは表面がですね、結構ツルツルしていますけども、このオーバーヒートしているハンダ付けは、なんか表面がですね、ちょっとボソボソというか、グズグズになっています。で、これはなんで起きるかっていうと、小手先の温度が高すぎる、加熱時間が長い、あとは同じ箇所を何度もハンダ付けし直すとこういう状態になります。で、このまま加熱し続けると銅箔が剥離します。で、オーバーヒートしてしまったら一度ハンダを除去して、で、その後もう一度ハンダ付けし直します。で、そして最後、これはですね、つららとか角とか言ったりします。このちょっとぴょこって飛び出ています。これはなんでこうなってしまうかというと、フラックスが蒸発してしまうからです。小手先の温度が高すぎたり、加熱時間が長くてもこうなります。フラックスを足してから再加熱すると解消します。で、あとは足が生えている IC 系の部品も一緒にハンダ付けしてみます。足の生えている IC 部品もやり方は同じです。銅箔と部品を予熱して、その後にハンダを供給する。ハンダが十分に溶け込んだらハンダゴテを離す。その繰り返しです。C 型の小手先でやった結果です。フィレットもだいたいうまい感じでできていますね。部品面を見てみると、ちょっとハンダの上がり方が少ないかな。もうちょっと余熱多くしても良さそうです。次はチップ部品のハンダ付けをしていきます。チップ部品をハンダ付けする場合、チップ部品の大きさにもよりますが、だいたい 0.4 ミリくらいのハンダの太さが使いやすいかなといったところです。このくらい細いとハンダの量をかなりコントロールはしやすいです。小手先ですが、形状的には一番 D 型がハンダ付けしやすそうです。まず2012サイズのチップ部品をハンダ付けします。チップ部品は非常に小さいので、まず最初に仮固定する必要があります。2つあるパッドのどちらか片方にハンダを盛ります。銅箔の面積の広い方に先にハンダを盛った方がハンダ付けしやすいです。というのも銅箔が広いと熱が逃げやすくハンダ付けの難易度は上がります。一番最初の作業がしやすい時に難しいハンダ付けをすれば後のハンダ付けが楽になります。ハンダを盛り終わったらフラックスを塗ります。部品をピンセットで掴んだら部品をプリント基板の上を滑らせるようにしてハンダ付けするパッドの位置まで持っていきます。こういう風にプリント基板上で部品を滑らせるようにして移動しないとハンダ付けの時に部品が浮いてしまって後で不良になってしまいます。仮ハンダの位置が良くなかったので一度修正します。何回も修正するとフラックスが足りなくなるのでそういった場合はフラックスを追加します。ハンダ付けができたら仮固定完了です。チップ部品は小さくて温度が上昇しやすいので長時間固定を当てると部品が壊れることがあるので注意が必要です。反対側もハンダ付けします。パッドにフラックスを塗ります。今回は D 型の小手先を使っています。D 型の場合、パッドに触れる方にハンダを盛り、ハンダ付けします。こんな風に触れる方にハンダを持って、そしてハンダ付け。小手先に直接ハンダを盛るのでフラックスは蒸発してしまいますが、プリント基板の方にもあらかじめフラックスを塗っているので問題ありません。最初にハンダ付けした方は仮ハンダなので再度ハンダ付けし直します。フラックスを塗ります。小手先にハンダを盛る必要はなくて仮ハンダの時のハンダを使います。これでハンダ付け完了です。同じ D 型でももう少し細いものを使ってハンダ付けしてみます。小手先の熱容量が小さいので小手先温度が下がりやすくハンダ付けは少し難しくなりました。小さい部品だからといって細い小手先を選ぶと逆にハンダ付けは難しくなってしまう場合もあるので注意です。基本的にハンダ付けのやり方は変わりません。仮ハンダで部品を固定、反対側にフラックスを塗ってハンダ付け。銅箔面積は狭いのでハンダ付けはしやすいです。仮ハンダの方にフラックスを塗って再度ハンダ付けすれば完了です。このように銅箔の広い方にハンダ付けをする場合、小手先の熱が逃げやすく、ハンダ付けはやはり難しくなってしまいます。ハンダがなかなか溶けませんね。
ハンダ付けの仕上がりをマイクロスコープを使って確認します。360度方向から観察していますが、フィレットの形状も問題なさそうです。許容範囲だけど少しハンダの量が多いかなといった感じですね。特に右側です。部品の浮きもありません。部品が浮いている状態だと振動に弱くなります。ハンダにクラックが入ったり、部品にクラックが入るなどの原因になります。浮いた部品は必ず修正します。さらに小さい部品もハンダ付けしました。1608サイズと1005サイズです。基本的にやることは変わりません。片方を仮ハンダ、もう片方にフラックスを塗って、そしてハンダ付け。部品があまりにも小さい場合は小手先のサイズを少し小さいものに変えるのもありです。最初に仮ハンダした方にフラックスを塗ってもう一度ハンダ付けすれば完了です。ただ部品が小さくなるほど難しくなります。部品をピンセットでつまむときも小さい積層セラミックキャパシターのような部品を強くつまむと割れてしまいます。力加減も繊細になります。1005サイズのハンダ付けはかなり難しくなってきます。位置合わせやハンダの量の調整が難しいです。チップ部品をハンダ付けする場合、ハンダの量が少なくなるということはあまりなくて、逆にハンダの量が多くなることが多いと思います。その場合はハンダ吸い取り線を使って修正します。余分なハンダを吸い取ったらフラックスを塗って、そして再度ハンダ付けすれば完了です。この時量が多くならないようにします。で、ここのものすごく細かいチップ部品のハンダ付けをしたのですが、やっぱりですね、このステーションタイプのハンダゴテ、この固定につながっているケーブルがしなやかでかなり柔らかいので、非常に繊細な作業にできます。ケーブルが仕事の邪魔をしません。ステーション型以外のハンダゴテだと、こういったかなり細かい作業って結構厳しいんじゃないかと思います。できなくはないとは思うんですけども、精度は確実に落ちそうです。しかもステーション型だと、このコテ細いんで、やっぱ鉛筆みたいに握れるんで、ハンダ付けももともとかなりしやすいんですよね。次は IC 部品のハンダ付けをしてみます。ピッチが広い IC とピッチの狭い IC2 種類をやってみます。まずこちらのピッチの広い IC からやります。固定方法なんですけども、2種類やってみたいと思います。まず最初はいきなりハンダ付けして、もうこれで仮ハンダするタイプです。ちょうどいい位置に合わせたらここを仮ハンダします。こんな感じです。そうしたらハンダ付けしやすくするためにフラックスを塗ります。少しだけ塗れば OK です。小手先は結構太めの C タイプのものを使います。多分これが一番ハンダ付けしやすいですね。こういった IC 類をハンダ付けするときにピンの一本一本が小さいからといって細い小手先を使うと実はハンダ付けが難しくなってしまいます。というのも小手先の温度が下がりすぎるからです。大きい小手先は熱容量が大きいのでハンダ付け時にも温度が低下せずしっかりとハンダ付けできます。反対側も同じようにやってしまいます。でですね、反対側からやるときはこの仮ハンダした方からこういう風にコテを進めていきます。そうするとハンダの量をコントロールしやすいのでハンダブリッジを予防できます。ここにハンダを置いて、でそしてこういう風にやると。でこういう風に、進めていってハンダ付けをします。はい、完了です。でフラックスまみれになっていますので、フラックス洗浄剤できれいにします。これがハンダ付けしたところです。なかなかきれいにハンダ付けできています。でしっかりとフィレットもできていますね。この IC から足が生えていますが、しっかりとできています。この足の裏側にもしっかりとハンダが回って溶け込んでいます。次はピッチの細かい表面実装 IC をハンダ付けします。見ての通り足はものすごく細いです。掴む位置によっては簡単に曲がってしまいます。なのでつまむときは IC のパッケージの部分をピンセットで掴むと良さそうです。プリント基板の丸印と IC の丸印を合わせます。この IC は丸が2つありますが、データシートでしっかりとどの丸印を合わせるか確認します。固定方法はマスキングテープです。最初の位置合わせが一番重要です。位置が合っていないままハンダ付けをしてしまうと後から修正するのがかなり大変です。マスキングテープで仮止めしたら次は仮ハンダをします。仮ハンダをする箇所にフラックスを塗ります。そしてハンダを供給してハンダ付け。小手先を当てる箇所ですが IC の足にはなるべく当てないようにしたいです。
というのも IC の足はかなり柔らかくて当てると曲がることがあります。特に端の方の足です。銅箔に小手先を当ててそこでハンダを溶かします。その熱が IC に伝わってハンダ付けするイメージです。他の部分もハンダ付けします。フラックスを塗ってからハンダ付けしていきます。ハンダの量はだいたいこのくらいです。コテを当てている時間と動かすスピードに注目してください。IC の足が生えている部分までハンダが上っているのが確認できます。このくらいコテを当てているとかなりいい感じにハンダ付けできます。IC の足の数が多いものも試してみます。フラックスを塗って小手先にハンダを供給。そして同じように2、3本ずつハンダ付けしていきます。こちらも IC の根元の部分にまでハンダが上っている様子が確認できます。今回は D 型の小手先を使ってハンダ付けしました。D 型の小手先を使うと2、3本ずつ同時にハンダ付けができます。ハンダが IC の足に乗ったのを確認したら次の足の部分に移動して最後までハンダ付けします。C 型の小手先も使ってみます。この場合は流しハンダです。C 型の小手先を使った方がちょっとハンダブリッジしやすい感じがします。そもそもこれ IC のピッチが細かいのでハンダブリッジはしやすいです。ハンダブリッジの解消方法ですが、ハンダをさらに供給して余分なハンダを小手先に乗せる方法がまずあります。またはハンダ吸い取り線を使う方法です。ハンダ吸い取り線の方が確実にハンダブリッジを解消できます。ハンダ付けの仕上がりを確認します。ハンダの量は適切です。なので綺麗な形のフィレットができています。足の正面だけではなくて足の裏側の方にもハンダが回ってフィレットができています。このように綺麗なハンダ付けができました。こちらの K 型のハンダゴテが実際どんな感じで使えるのか見ていきたいと思います。K 型の小手先を使うときはやはり小手先を寝かして使わないと熱が効率よく伝わらない。そんな感覚です。実際に小手先を寝かしてやるとこういう風に結構ね、綺麗にハンダ付けできます。尖っている方向を先にして進んでいくのか、それとも逆かで結構迷います。最後はケーブルのハンダ付けをやっていきます。D サブケーブルがありますが、ここにケーブルをハンダ付けしていきます。さすがにこの D サブの部分を持ちながらハンダ付けはできないので、マルチクランプを使います。ここでいい角度で固定して、こういう風に刺すと。これでやっていきましょう。同時に使える手が2本しかないので工夫しながらハンダ付けします。ハンダの太さは 0.8mm のものを使います。D サブのところに予備ハンダをします。ケーブルが入るところから溢れないくらいの予備ハンダの量です。フラットケーブルの方にも予備ハンダをします。予備ハンダの量は少なくて OK です。予備ハンダしたところにまだフラックスが残っているので、フラックスは足さないでこのままハンダ付けしてしまいます。ケーブルは長時間コテを当てるとビニールが溶けてしまうので注意が必要です。ハンダ付けした時にハンダが多くなりすぎてしまった場合とかあると思います。そういった場合はこちらのハンダ吸い取り線や、あとはハンダ吸い取り機を使って余分なハンダを除去します。一度ハンダ付けしたところからハンダを除去するというのは実はかなり難しい作業です。ハンダ付けするより難しいです。実際にこちらのハンダ吸い取り線を使ってここのハンダを除去してみます。そして裏についている部品を取り外します。ハンダ吸い取り線を使うときですが、ハンダの量が少ないと吸い取りが悪くなります。ですので、あえてですね、少しハンダを足します。そしてハンダを吸い取るときは吸い取り線を押し当てて、こんな感じでやるとハンダをうまいこと吸い取れます。ただ全部吸い取ることはできなくて、このスルーホールの穴の中にまだハンダが残っています。ハンダ吸い取り線の銀色になった部分は使えないので切断します。同じように吸い取り線を当てて、でそこからコテを押し当てると。はい。スルーホールの中を見てみるとまだハンダが残っています。このようにハンダ吸い取り線はスルーホールの中のハンダを取るというのは結構難しいです。では、ハンダ吸い取り線をどういった場合に使うかというと、例えばプリント基板の片面にしかランドがない、いわゆる片面基板、または表面実装部品のハンダを吸い取るのに適しています。なので、両面基板のスルーホールのハンダを吸い取る場合は、このようなハンダ吸い取り機を使います。ここを押して、
吸うと。ハンダ吸い取り器を使う場合、吸い取るハンダの量が少ないとうまく吸い取れません。ですので、あえてハンダを足します。吸い取りたいところのハンダをまず最初に溶かします。かなり熱量を与えます。そしてハンダ吸い取り器をかぶせて、吸うと。うまいこと吸い取れましたね。コテを当ててハンダを溶かすと、しばらく熱を与えます。そして上から吸い取り器を当てて、で吸うと。吸い取った後は部品を引っ張ると取れます。吸い取り器を使う場合、スルーホールのサイズが小さい場合、これでもいけますけども、スルーホールのサイズが大きい場合、吸い取るのが難しくなってきます。コテを当ててハンダを溶かします。そして吸い取り器を押し当てて吸うと。コテを当ててハンダを溶かして吸い取り器を当てます。で、一気に吸うと。こういう風に吸い取るのが難しい場合もあります。そういった場合は電動のハンダ吸い取り器を使うと便利です。この先が小手先と同じようになってて溶けます。吸い取り器の先端に穴が開いているので、ここに刺して、そして溶けるまで十分に熱量を与えて、ハンダを吸い取ると。部品の足を刺して溶けるのを待つと。吸い取る。吸い取った後は足が自由に動きます。部品を引っ張ると抜けます。電動式のハンダ吸い取り器が一番早くて簡単で便利です。ハンダ付けが全て完了したら次はフラックスを洗い流します。今回使用したフラックスは洗わなくても問題ないものですが、念のため洗浄します。フラックスは絶縁抵抗を下げる原因になります。またフラックスの種類によっては活性度の高いものもあります。そういったフラックスを残したままにしておくと基板が腐食する原因になりますので、必ずフラックス洗浄剤で洗い流します。フラックスを洗浄するにはこちらのフラックス洗浄剤を使います。フラックス洗浄剤を使うときは念のため手袋をして作業をします。洗い方はいくつかありますが、それを紹介します。こういう風に直接塗ってしまうと。そしてちょっと置いたらこういう風にキムワイプとかを使って洗浄液とフラックスを取り除きます。そうするとこんな感じでフラックスが、ついてますね。基板の方を見てみるとフラックスは綺麗に洗浄されています。こちらに残っているフラックスも洗浄します。次はちょっとやり方を変えてみましょう。同じくキムワイプは使いますけども、この上に乗せて、そしてこの上からフラックス洗浄剤を塗っていきます。これでちょっとゴシゴシして余分なフラックスを落とします。こんな感じでフラックス綺麗に落ちました。ハケで洗浄剤を直接塗ってしまうと、このハケにフラックスがついて、その付着したフラックスがこの瓶の中に戻ることになりますので、上からキムワイプを敷いてやった方がいいかもしれません。こういう風に足の生えた部品も同じです。ここにフラックスがたくさん付着していますが、これも洗浄します。キムワイプを敷いて、フラックス洗浄剤を上から塗ると。ハケで直接塗っても OK です。そしてフラックス多めでしたので結構念入りに掃除をします。こういう風にね、足が引っかかってキムワイプがこういう風に破れてしまうんですけども、気にせずにやります。この足と足の間も念入りにゴシゴシします。今回はフラックスの量がかなり多かったので1回でフラックスは落としきれませんでした。残りのフラックスも同じように洗浄します。この部分についていたフラックスはほとんど落ちました。こういうところもやりたいんですけども、ちょっと面積が広くてめんどくさいですね。そういった場合は歯ブラシを使います。フラックス洗浄剤を適当に垂らして、そして歯ブラシでこういう風に磨くと。そして上から洗浄剤を振りかけて、ゆすぎみたいなことをやります。これで洗浄完了です。大部分のフラックスは落とせましたが、ちょっと細かい隙間であったり、そういったところにはフラックスはまだまだ残っています。個人的にはもっと大量のフラックス洗浄剤を用意して、その中である程度フラックスを取り終わった後の基板を入れて、直接こういう風に洗浄液で洗います。これがフラックスが一番よく落ちますね。ただ洗浄液は大量に必要です。このやり方だと結露します。ですので最後にヒートガンで熱して水分を飛ばし終了です。ここまで実際ハンダ付けをしてきました。ハンダ付けを終わる前にもう一つだけやることがあります。それは何かというと、ハンダ付けのために使った小手先のメンテナンスです。終わる前に必ずメンテナンスをします。
でよくありがちなのがこういうふうにハンダ付けの作業をしていて、ハンダ付けが終わったとします。で、その後、スポンジとかたわしで小手先をきれいにして、それでハンダ付けが終了、この電源を落とす。これよくやりがちなんですけども、これをしてしまうとコテの先端にハンダが何もない状態で保存されてしまいます。ですので使ってない間に先端の鉄メッキが酸化してしまいます。ではどうするかなんですけども、ハンダ付けの作業をします。ハンダ付け終了しました。小手先は一回きれいにします。そしてその後にこの先端にハンダでメッキをしてあげます。これでですね、終了してください。こんな感じで小手先がハンダに覆われた状態で保管します。こうしますと小手先の鉄メッキが空気に触れないので酸化せずに長持ちします。重要なのは小手先に常にハンダが乗っている状態を維持して小手先をなるべく酸化しにくくすることです。ということでハンダ付けのやり方永久保存版ということで動画を作ってきました。動画のボリュームとしてはかなり長くなってしまいましたが、ハンダ付けに必要なことはかなり広い範囲でカバーできています。この動画では紹介していませんが、業務としてのハンダ付けは厳しい基準があったりします。かなり奥深い世界です。一度だけではなくて繰り返し見る。実際に自分でハンダ付けをして、その後にもう一回繰り返してみる。そういったことをやってみると、ハンダ付けに対しての理解がより深まります。ぜひ何回も見てください。動画の最後になりますが、今まで使ってきたこのグッドのステーションハンダゴテ RX8 シリーズの紹介をさせてください。RX8 シリーズステーションハンダゴテの一番の特徴はこれです。指で小手先を簡単に取り替えできることです。動画の中で何回も小手先を変えてきましたが、ものすごく素早く、そして簡単に小手先を取り替えられます。そしてコテの断熱構造がしっかりしているので、小手先変えるときに全く熱くありません。二つ目の特徴がコテのワイヤーが柔らかいので、コテの動作を妨げません。特に細かい部品のハンダ付けをするときにこの特徴がものすごく生きてきます。その他の特徴としてはスリープ機能があるので、長時間使っていないときに自動的に温度を下げて小手先の酸化を抑えられます。アラーム機能があるので、長時間ハンダ付け対象に当て続けるとブザー音が鳴ってハンダ付け対象の熱破壊を防止する機能もあります。今回使ったハンダゴテは全て概要欄にまとめてあります。気になるものがありましたらぜひチェックしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。